中の熱波ラジオ12分でサウナラー。このラジオを聞き終わったらちょうど12分サウナの砂時計代わりになるラジオです。今日もサウナからお届けしています。お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。お願いします。メリークリスマスイブ。メリークリスマスですね。これが噂の衣装。じゃーん、宮古サンタです。宮古サンタ。はい、サンタ水着です。いやいや、宮古さんはいいんですよ。可愛らしいですよ。はい。サンタで。はい。で僕にも用意していただいたんですけど、大丈夫ですかこれ？無理やり。はい。大丈夫です。寝る前のとんがりみたいになってるんですよ。面白くなってますね。寝る前のとんがりこんなの被ってるんですよ。いやでも、お似合いです。お似合いなんですか？それは褒められてるんですか？可愛い。ちょっと可愛い一面が見れていいかなと思って、あとあえて黒にしてみました。赤ではなくブラックサンタ。ブラックサンタね。こんなの被ることあります？ないですね。ないですか？じゃあすごいこういうの大事ですね。まあそうですね。ちょっと話あれですけど、ディズニーとか行ったらもうこういうのバンバンつけるタイプですか？つけれる。全然よくつけてた。前は特に。本当ですか？なんか変身するのってやっぱりテンション上がりますから、ちょっと上がってませんか？なるほどね。いやなんかもうちょっと本当初めての経験でなんかこの左目のあたりのなんかこの視界がちょっとぼやけてますね。これがこうね、なっちゃって、これ前にねこうやってしてるのが可愛いですから。サンタ後ろじゃないですね。そう、なんかここにちょっとあるのが可愛いじゃないですか。そう、まあちょっとと邪魔ですけど、ちょっとこれでテンション上げていきましょう。大丈夫ですか？なんかモノマネの審査のここインカムみたいになってないですか？なってないよ。じゃあなんかね、慣れてないから、私とかも普段これ普段着てはないけど、普段着てたらねちょっとどうしたその都ってね。そうですよね。まあでも割とね、仕事とかも含めて着れる機会が結構あるので、やっぱでもテンション上がります。なるほど。言ってたらもう2025年最後の配信ですよ。そうですね。そっか、最後か今日。どうですか2025年はどんな年でした？なんか本当あっという間で。やばいですね、それ言っちゃうとね。あっという間ね、前も言いましたけど。あっという間すぎて、でもなんかこう新しいことを始める年になって、このね熱波ラジオもそうですけど、なるほど。はい、あとはドラマの仕事もいただいたり、そしてファンクラブを開設したり、そうなんです。なるほどね。新しいことだらけの年でしたね。割とじゃあ後半結構バババって忙しかったりした感じですか？そうですね。いろんななんかこういろんなことにチャレンジして、でもなんかこうファンクラブとか始めてやっぱり思ったのが、毎日なんか生活の中心になってるんですよ。割と朝起きてからの更新と、みんなにおはようって問いかけて、なんかこうファンクラブのことを考えて結構生きるっていうか生活することが増えて、考えてる時間が結構占めてると。そうですね。だから普通に SNS で更新しないことをファンクラブで更新してるから、割とね充実してます。なるほどね。ファンの方との距離も近く。どうですか2025年？僕はねテニスを始めたんですよ、本格的に。でそれめちゃくちゃ楽しいんですけど、僕一個この前人と喋ってて気づいたことあって、ソヤさんゴルフやりますよね？やります。障害スポーツで有名なんで、例えばゴルフとテニスじゃないですか。僕はゴルフをやらずにテニスを選んだんですよ。あとキャディやってたけどな。キャディはやってましたけど、でそのさん、例えばボーリングとビリヤードとか室内でやるレジャースポーツみたいな遊びみたいな、あれどっち好きですか？ボーリングとビリヤード。ボーリングですよね。僕ビリヤードの方が好きなんですよ。で全部逆。これ結果何かって分かったんですよ。何？園さんのゴルフとかボーリングって自分が頑張ったらスコアが出る。対戦相手は自分じゃないですか。人と競ってたとしても。でも僕はゴルフじゃなくてテニスとかボーリングじゃなくてビリヤードって、これ何がしたいかって、相手の嫌なことしたいんですよね。性格悪いんです俺。対戦相手が欲しいんですか？だからテニスとかやってて、テニスでじゃあ相手が困るようなボールを打ちたいんですよ。相手の嫌なところに打ちたいんですよ。ビリヤードも相手が次打ちにくいところにボール止めてやりたいっていう言い方、性格が急に性格悪くなってる。性格が悪いんだと思う。よかった、黒にして今日。ブラック。それが発覚した。だから性格悪いって言うけど、ゲーム性が欲しいんでしょうね、もっとね。いや、相手の嫌なことがしたい。じゃあ性格悪い。相手に嫌がらせをしたい。だからゴルフじゃなくてテニス。卓球とかもそう。嫌なとこを言ったサッカーもそう。
ああ、そっか。ゴルフはだって相手の邪魔はしないじゃないですか。しない。ボーリングも自分だけ。でもテニスは相手ここを出されたら嫌だぞ、辛いぞっていうところにパーンって出してミスってよっしゃへっへっへっていうのが好き。うわー、何があったの何があったの。幼少期何があったのか。でもなんかそれは確かにいい気づきだと思います。結構それで分かれると思う、ですよね。そうなんですよ。なんか私とかは割と競う、ゴルフも競ったりするけど、自分で頑張るのが本当好きかも。なるほど、卓球とかもいつも嫌なとこ落とされて結構泣いて一撃で終わるみたいな感じですから。そういうのが好きっすわ。ですよね。こういう人と一番なんか勝負したくないんだよな。そうそう。でもはぁ言って疲れてるのがまた楽しいでしょ。揺さぶって。いやでもでもテニスはめちゃくちゃ楽しい。それが今年始めて一番良かったことかなと思いますね。充実してますね、忙しい中でも。そう仕事もなんか新しい仕事僕もやらせてもらって、なんか面白い仕事あったりとかする。そうね、2026年もちょっと新しいことをやりつつ、そうですね。またこのラジオもまた無駄話しましょう。そうですね、いっぱいしていきましょう。これからも今日も早速いきますか。サウナトーク。はい、最後さあでいきましょう。今日はじゃん、ロッカーナンバー51番愉快な豚さんです。TikTok で脈あり脈なし動画がよく出てくるのですが、本当かと思ってしまいます。そこで本当のこれは脈あり、これされたら脈なしというのを教えてください。あれ全然興味ないのにめっちゃ出てきますね。めっちゃ興味あるから見てんじゃないですか。いやもちろん出てきたから見たことありますけど、なんか芯食ってるんですかあれ。いやでも結構みんなが気になってることだと思いますよ。例えばなんかね、これの動画で言ってるようなことって、LINE の返信が早かったら脈ありとか遅かったら脈なしとか、ありますよね。なんかボディタッチが多かったら脈ありとか、どうなんですか。そんな嘘っぱちでしょあんな。いやでもちょっとあると思う。しかも私めっちゃ見てる。どれがあります？LINE の返信関係あります？だからなんかこう脈ありの特徴とかで10個ぐらいの箇条書きでバーって書いてたりするリールとか TikTok あるじゃないですか。ありますね。なんかこれはそんなことないなって思ったりもするけど、例えばなんだろうな、駆け引きみたいなの割と多いですよね。なんて言うんだろう、こう LINE の返信をもうちょっと時間空けて返すとか、なんか考えたことないわとか、なんかこうそういうアドバイスとかあるんですけど、どうなんでしょう。どれだ、この人はもう本当にこれぞ園都がこれが本当の脈ありサインだ、脈なしサインだ。園都ルールでもいいですけど、あります？これしたら脈あり、これしたら脈なし。私の、でも例えばだけどいっぱいありますけど、脈がない場合はどうだろう、連絡来ても返さない。そんなシビアなんですか？嘘、わかりやす。めっちゃでも逆にじゃあ返信返ってきたからといって脈ありってことではないですよね。そうです。もうこういうのはね、多分こういう風にね、愉快な豚をね迷わせるんですよ。いやあとはお食事のお誘いが来ても行かないです、脈なしの場合は。そう分かりやすいでしょ。でも俺思うんですけど、脈ありと脈なしとどっちでもないってありません？別に脈なしではないけど脈ありでもないみたいな。それこそ、そういう対象じゃないって思ってるってことですか？脈なしではないけど別に脈ありでもないって今のところっていう。中間。なんかこれっていうのなんか、これ基本的に受けが多いじゃないですか。じゃあ LINE 送って返信がどうとか。受けで言うとなんか俺も考えたんですけど今、男目線のね、脈あり脈なし。でも聞きたい。俺は多分脈ありの人しか僕の大切な先輩に合わせないですね。例えばですけど、分かりやすくていい、女の子と飲んでる時に先輩から「沢田何してんの?」みたいな。ちょっと今中目で飲んでてって言って、ちょっと人と飲んでて、そうなん、近くで飲んでるから一緒に飲むとか言われた時に、脈ありじゃなかったら連れてかないかな。それはね、大切な、存在の人を連れて行きたいですね。普通の友達は連れてかない。兄さんに
いやちょっと実はいいなと思っててとか、ゆくゆくちょっともしかしたらお付き合いしたいなと思ってるんですっていう人は連れてくけど、連れてかないですね、脈なしは。確かに確かに、そういうところには結構男性は特に出ると思います。女性とかもだって私で言うと本当脈なしじゃなかったら脈ありだったら自分からお誘いしますね。何してる、ご飯行かないとか、夏休みとか、脈なしだったら聞かないでしょっていう。なるほどね。はあ、分かりやすい。でもそういうなんか大切な場所に連れていくとかは確かにありますよね。でもこういう今脈あり脈なし動画結構増えてるから、みんなこうやっぱ探り入れたりなんか気になっちゃうのかな。脈あんのかな、ないのかな。俺でもなんか俺多分この人とちょっと違うのは、俺の出てくる脈あり脈なし動画って、キャバクラ嬢の脈あり脈なし動画なんですよ。いやいや、俺が見てるからじゃないんだよ。違う、俺見てないですって。俺テニスしかほぼ見てないですもん今。キャバクラ嬢の脈あり脈なしちょっと難しいよそれ。難しいですよね。普通の男女の脈あり脈なしかと思ったら多分そうなのかな。いやいやこの人は普通に男女だと思いますよ。そうですね。まあこれされたらなしありいっぱいありますけどね。あります。ちょっと最後に1個もう1個教えてください。時間もちょうどいいぐらいの。もう1個。もう1個。なんだろうな。脈あり？どっちでもいいです。脈ありはその脈はこれしたら脈あり、これしなかったら脈なし。それで今年終わりましょう。今年は、いやだから割と、もう積極的に電話したり連絡したり、もうそういうシンプルなことですよ。もう自分からアプローチする。だってもう脈なしの場合は連絡しないですから。なるほど。はい、連絡も無視です。いや怖っ。わかりやすくてシンプルでいいでしょ。じゃあね、そういうことで1年間いろいろ聞いていただいてね。はい、ありがとうございました。本当に皆さんのおかげでハッピーな1年になりました。はい、また2026でもよろしくお願いします。それではさよなら。